いつも動画を見てくださってありがとうございます。堀切恒夫です。これまで350以上の城跡を撮らせていただきましたが、私の出身が九州ということもあり、九州の山城の魅力がもっと伝わってほしいという日々の思いもあって、今回は堀切恒夫が独断と偏見で選ぶ九州のおすすめ山城10選と題して動画を作ってみました。なお、日本城郭協会が選定する日本百名城、続日本百名城以外の城跡から選ばせていただきました。それでは行ってみましょう。福岡県東峰村にある松尾城。関ヶ原の戦いの後、黒田長政によって改修されました。見どころは石垣で築かれた金星城郭と畝城空堀群、連続堀切といった土の城との合体。時期によっては藪で覆われていたりもしますが、全体的に良好な状態で保存整備されています。人と比較してもコンパクトにして豪壮な造り。九州によく見られる石の城と土の城の合体。城のほぼ全周を囲む畝城空堀群など、駐車場から徒歩数分で楽しむことができます。福岡県松尾城、いいお城です。佐賀県唐津市にある獅子ヶ城。秦氏の後、寺沢氏が入り、現在の総石垣の城の形に改修されたと言われています。見どころは何といっても石垣。ここまでやるかという石垣の城。天然の要害だった岩山から石を切り出し、石垣で廓をとにかく拡大。その影響で岩盤堀切もあり、本丸など石垣で築かれた小口も美しい。唐津の山奥に潜む総石垣の城、獅子ヶ城、いいお城です。長崎県対馬市、伊豆原の町を見下ろす山の尾根に築かれた清水山城。文禄慶長の役で兵站基地として築かれました。何がすごいって石垣の規模。山のふもとあたりの三の丸、二の丸、本丸、それぞれを上り石垣のような形で石垣が囲んでいるんですよね。両脇を本丸向けて登ってます。本丸に至ってはどこか異国のような雰囲気が漂う造り。石垣の規模、小口も独特なスタイルです。北の海にそびえ立つ清水山城、いいお城です。長崎県平戸市、息月島と平戸島との大橋を見つめるような位置の山頂に築かれた美濃坪城。築城の詳細などは不明ですが、記録として出てくるのは1491年。平戸の
松浦正氏が有馬氏の攻撃を受け、しばらく立てこもった城とされています。城内の至るところに石積み、各所の折れた小口や主閣手前のスロープ状の区切り、記録の通り15世紀末までに機能していたとしたら、島内独自のオリジナルな技術で築いたのかもしれません。一番の見どころは、水の手とされる曲輪に圧巻の石積みで築かれた巨大ダム。見れば見るほど不思議な城跡とも思える美濃坪城。美濃坪城、いいお城です。熊本県玉名郡にある田中城。肥後の国の黒人和西が本拠としていた城です。1587年に発生した肥後黒人一揆では、最後まで抗戦を続けた城の一つとして知られています。ふもとから歩くと、とにかく堀切、空堀、捨て車、建物跡など、地元の方の整備の素晴らしさもあり、非常に見応えある状態で遺構が残り、城内の散策だけで見入ってしまいます。田中城ミュージアムもおすすめですよ。田中城、いいお城です。熊本県芦北郡にある佐敷城。加藤清正によって築城されました。1592年の梅北一揆など、たびたび島津氏との戦いの舞台となりました。見どころは何といっても石垣。イメージがしやすい小口の遺構。車ですぐそばまで登ってこれるのもポイントです。芦北町歴史資料展示室には、出土した多くの瓦など展示されています。こちらもぜひ行かれてみてください。佐敷城、いいお城です。大分県中津市にある一津戸城。一津戸の領主である中間氏の居城でした。秀吉の九州平定に伴い黒田氏に下り、その後黒田氏、細川氏によって城は改修されていきました。見どころは耶馬渓特有の山の地形の山頂部に残る石垣。ちょこっと一部だけではなく、あらゆる場所で石垣が積まれているのがすぐわかります。主閣への石段、麓の二の丸部など、城全体を総石垣化したのかもしれない。スケールの大きさ、熱量のすごさを感じる城跡です。耶馬渓の魅力も楽しめる一津戸城、いいお城です。大分県臼杵市にある和歌山の陣と呼ばれる城跡、殿様街道と呼ばれたルート周辺に築かれています。いつの時代に使用されたのか不明な点が多い城跡で、関ヶ原合戦の頃、岡城の中川氏が臼杵城の太田氏を攻めた際に築いた可能性、天正期に
島津氏が大友氏を攻めた際に使った可能性、芸術的に屈曲した空堀など、西南戦争時に使用・改修された可能性など、土塁、空堀、小口跡が明瞭に残っているだけに考えさせられる謎多き城跡です。和歌山の陣、いいお城です。宮崎県西都市にある殿郡城、日向国を支配していた伊東氏の居城です。浮舟城という別名があったほど、それぞれの廓が大きく存在感があり、軍拡式の山城の例にふさわしい城跡とも言えます。見どころは幅数十メートルの巨大堀切、そして土塁も残るそれぞれの廓の美しさ。地元の方によって定期的に整備され続けていて、見学もしやすく、伊東市の居城、その熱量を体感することができます。宮崎県を代表する城跡の一つと言っても過言ではない殿郡城、いいお城です。鹿児島県曽於市にある常吉城、鎌倉時代には常吉氏の所領だったと伝えられ、1599年の庄内の乱では蜂起した伊集院忠真と島津方との戦いの舞台となりました。見どころは山の自然地形を利用した多くの尾根という尾根に廓を築き、落差数十メートルの谷が巨大の空堀となって攻撃側の行く手を阻む、その規模のすごさ。地元の方の整備で見やすくなっています。日本で最南端とも言われる宇根城空堀群も見事に残っています。山城の遺構のデパートと言ってもいいくらいの常吉城、いいお城です。九州のおすすめ山城10選、いかがでしたでしょうか。今回動画を作りながら紹介しきれない場所が数多く出てきましたので、また第2弾、第3弾もやってみようと思います。どうか登山の際は足回りや服、天候、携帯の登山アプリなど準備を万全にしていただき、楽しい城巡りの日々を送っていただければ幸いです。それではまた城動画でお会いしましょう。